はい、始まりました。今回はリクエストではないんですがリクエストはいただいたらしいじゃないですか。いただいたというか、フォールアウトで何かっていうリクエストある方からいただいたんですが、はい、フォールアウトちょっと気になるのがあんまりなかったので、フォールアウト履修してないしちょっとよく分からなかったんで、フォールアウトは一回置いときまして、今回とりあえず忘れていただいて、その方がよく使ってらっしゃる統率者を、はい、俺たちが勝手にこう熱心なこの動画のファンでして、やらさせていただこうかなと思って、はい、今回やらさせていただくんですけども、はい、原初の上ガルターになります。これは緑の統率者のおすすめ再ヒット。確かにおすすめしてましたよね、俺ら。めちゃくちゃ面白そうですよね。面白いよ。ガルタ出してみんなのが阿鼻共感の図になるのがね面白いじゃないですか。確かに、12能力説明しますか。はい、こいつは緑の12マナです。はい、12マナ出るわけねえだろってね。はい、12です。唱えるためのコストが X 少なくなると。はい、X はあなたがコントロールしているクリーチャーのパワーの合計に等しい。はい、並んでれば、はい、2マナで出しちゃうかもよっていう。そうですね。はい、ほぼ2マナで出てきますね、こいつ。だいたい2マナで出てきますよね。はい。っていうのがまず能力です。はい。一応別にその方からリクエストいただいたわけじゃないんですけど、はい、僕たちが勝手にやるんですが、ベストなプランをまず考えました。はい、僕が考えるです。それは一応調べたんですが、だいたい海外の上の方のタクだとエルフに寄せる構成が一番強く使えるような構成になってました。はい。ただそれだとまあ問題がありますよね。問題あるんですよ、それ。エルフでいいじゃんっていうなっちゃうんですよ。マーミンとかでいいだろうみたいなことになっちゃうんで。はい。一回それちょっと忘れていただきましてエルフの構成は強いんですけど、ガルタを楽しく使える構成で、エルフに寄せると上では戦えるんですけども、そんなに言ってそんなに強くないんで、そうエルフに寄せたとしてもそんなに強くないんで、それはそうなんだ。はい。それだったらちょっと7ぐらいでガルタを楽しんだ方がいいんじゃないかなという、今回はデッキコンセプトになってます。はい。でまず、どんな構成になるかって言いますと、マナクリ1体出しただけでも1コス軽減されるという。そうですね。はい。マナクリは何枚か入りますよね。それは当然普通には入りますよね。普通に入りますよね。はい。ちょっと多くにやられるかもしれませんが。多くにやられるかもしれないんですけども、それは置いときまして、はい。マナクリ入れていただいて、でそこから例えば中ぐらいのファッティ、結構いるんですよ。例えばなんですけど、ギャデンブリックの領主ヨルボみたいなカード。大体こいつらね、緑鳥神の連中だよね。そうです。緑鳥神のやつ結構いるんですよね。これ3マナ4個カウンターで44なんですけど、で他の緑のクリーチャーが1体場に出ると1カウンターが乗ってくということで、こいつはどんどんでかくなってくるので、3マナで44ぐらいだったら結構いるじゃないですか。でそんなのを入れたりとか、あと例えばガルタ専用カードみたいなのがありまして不屈の神ロナス、これはそうね、ガルタ専用だね。3マナ55接し破壊不能強いじゃんみたいな破壊不能がねこれ偉いですよ。偉いです。これから重要です。で長サイドも耐えられるんで、でパワーが4以上の他のクリーチャーをコントロールしてないと攻撃したりブロックしたりできないと。なんだけど生き残るんで、で3マナでトランポル付与できるんですよね。2-0上がってトランポル付与ができるんですけど、他のクリーチャーに。でそんな中ファッティ、例えば5マナ駅とか4マナ駅でもいいんですけど、例えばガーガラスとか有名なとかを結構入れます。僕たちというか僕のリオンでいうとこの60分の10は最低でも必要だと思いますんで、それぐらい入れていただいて、で中ファッティをまず出すじゃないですか。で例えば他にどんなのが入るかって言いますと、狩猟の統率者数楽、これもガルタ専用カードみたいなほぼガルタ専用カードだねこいつもね。4マナの54でして、圧倒であなたのターンの戦闘の開始時に
あなたがコントロールするクリーチャーのパワー合計が8以上であった場合、クリーチャー1体対象として速攻を得る、なんでこいつ5なんですよまず、だから3以上他にコントロールしてたら普通に速攻1体持たせられる。ガルタ1体で達成しとるんでね。達成してますね。でガルタ出していただいて、速攻を持たせですぐ速攻で殴っていけるじゃないかと、ガルタが速攻で殴っていける状況っていうのは結構いいかもしれないですよね。なんで例えば他にも速攻を持たせるカードっていうのが2枚か3枚あるんですけど、もう1個ちょっと速攻を持たせるカード入れたいなということで、ビヒモス予備ルナーディ、で3マナの13でして、あなたがマナ総量が5以上であるクリーチャー呪文を唱えるたび、そのクリーチャーは追加で11カウンターがマナコストから4を引いた数乗っけるカウンターを、そうですね。ガルタ出したらやばいですね。20だわ。やばいな。20で3個以上カウンターが置かれてると速攻を得ると。3個以上乗ってるんで。乗ってますから。だからこの2枚とあとブーツ2枚刺すぐらいで速攻を持たせられれば、速攻で殴っていくっていう状況は結構できればあった方がいいので、あとはクリーチャーサーチとかでこいつら2体を呼び出していけた方がいいかもしれないですよね。そうですね。で速攻を持たせる状況でチューファッティが殴れる状況でガルタが殴れるみたいな状況をまず作り出します。でこの状況で殴っていくんですが、手札はある程度温存した方がいいです。なんでかっていうとラスされちゃうんで残念なことにガルタはラスされるとちょっと復旧難しいんですね。そうなんですよ、そのラスが一番きついんで、ラスをされてもいいんですよ。されてもいいんだけど、手札に何枚か 4,5 枚復旧できるガルタを復旧できるカードがあれば、ガルタ自体はパワーが減れば、合計が多くて減ればガルタ出せるじゃないですか。だからガルタをもう一回出すことができるような状況に持っていければ復旧はしやすいので、復旧できる手札を確保しつつ展開していくという形で殴っていった方がいいんじゃないかということになります。でパワー3章のドローは何枚か入ると思うんですが、例えばリシュカの攻撃だったり野生型への帰還みたいなものはもちろん当然入ります。グレート変身とかも当然入ると思うんですけど、例えばパワードローっていうと生命の遺産っていうカードがありまして、これがかなりこのデッキだと優秀でして、2マナのソーサリーで1体生に捧げると、そのパワー分ドローができると、これなんでいいかと言いますと、ガルタ1回死んだぐらいじゃん、すぐ帰ってきますからそこがいいところではあるんですね。そうなんですよね。ガルタは逃走者ダメージを狙っていくことができるサイズではもちろんあるんですけれども、コストはね、もう際限なく下がるんで、そうですよね。1回飛ばされたり、1回サクったりしても全然へっちゃらだという本当ですよね。だからその関係でより良い品物、みたいな4マナでパワー分サクったらドローできる、で捨てなきゃいけないんですけど、みたいなのも入れることが可能になってくるという形になります。でその感じでいきますと、今のラスされるっていう話あったじゃないですか。守るカードはどうなんだと、入れた方がいいのか入れない方がいいのかって結構微妙な判断になってきますよね。まあ一応より良い品物でサクって守るみたいなちょっと言ってることがおかしいんだけれども、言ってることあってて、要は再展開できる手札を温存できてれば、それが対策になりますということなんですよ。そうなんですよ。だから守るカード、例えばタミオの保管とか、1マナでみたいなカードは入れなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。緑の守るカード、あまりいらないと思います。そうですね。そんなに入れる必要は入れる必要はないかもしれないですね。ゼロでいいと思う。ゼロでいいですよね。でそんな感じでとりあえず殴っていくんですが、まず殴っていくのどんな戦略で殴っていくのかっていうのを説明しましょうか。どんな戦略で殴っていくかっていうと、まずガルタが単純に殴りますと、そしたらその人からヘイトがマックスになります。そりゃそうなんですよ。だって基本2パンで死ぬんだから、1回殴られたらもう次がないんで、だからあんまり良くないですよね。これが難しいところで、それがかなりこのデッキの一番難しいところになってまして、ガルタで殴るとヘイトが上がるっていうのを考慮した上で殴んなきゃいけないんで、あくまでも僕個人の殴りの感覚から考えますと、まず
一番展開してる人、盤面をなるべくクリーチャー並べてる人のところにガルタを行きます。はい。で他のチューファッティは展開してない人のところに行きます。そうすることによってガルタは最悪相打ちでもいいんですよ、このデッキの場合は。でそうすると一応その人からちょっとヘイト来るかもしれないんですが、相打ちになれば御の字ですし、ピン除きはその人から当てられることになるじゃないですか。でも他の人からヘイト買ってないじゃないですか。でこれ仮に空いてる人のところに殴りに行ってヘイト買うと、他の人からもやばいなってなる可能性もあるんですよ。ありますよね。で空いてる人はチューファッティでこづいて、空いてない人のところに行けばうまいこと均等にライフを減らすのが一番それがいいんじゃないかと。そうですね。いう形になりますかね。ある程度均等にライフを減らす必要はあります。ありますよね。殴りジェネラルとはまあ割とそういうもんです。でただガルタで殴って逃走者ダメージを食らっちゃうところは、もう一気にヘイトマックスになるので、要は半分与えないで済む先にアタックしてブロックしてもらえるとヘイト管理的には非常に助かるということ。12点なんで6点ぐらいしか食らわないんだったら、まあいいかってなるんですよ。それぐらいがちょうどいいですよね。そうですね、正直。でフィニッシュのカードの話になるんですが、フィニッシュカードいろいろありまして、何枚かあるんですが、例えば圧倒する暴走、このチャンネルではたびたび出てくるんですが、5マナのソーサリーでクリーチャー1体対象として、そのパワーの分全体修正かける。ガルタなら当然12ですから、12修正で全体パンプで、それに合わせて仮にね、ガルタにピン除去が飛んできたとしても、66修正とかかかるんですよ、デッキの場合は。そうですよね。これは最大だから対象取らないんですね。ごめんなさいね。そうですね。対象取らないからいけると。なんでそれで決まる可能性もあると。であと例えば他にはナチュラルオーダーから皇帝のビヒモスしてもいいですし、皇帝のビヒモスじゃなくて、緑のドミヌスとバンドレルに行っても2倍になって決まる可能性はありますよね。このデッキの場合はちょっと線の太いクリーチャーが数体並ぶっていう盤面になると思うんで、多分ゾパンドレルの方が強いと思う。そうですよね。それ以外にも大軍の功績っていう全体に完成をしてトランプルっていうので、一応ある程度2人は倒せるで1対1に持ち込めるような盤面になるっていうのは結構重要ですよね。こっちはクリーチャーいっぱい展開してるので、1対1に持ち込めるように決めにいける可能性もありますよね。で今の2倍のゾパンドレルの兼ね合いで2倍にしていくっていうカードがパワーダウンネスを何枚か 5,6 枚あるんですが、例えば不自然な成長っていう5マナのエンチャントなんですけど、不自然な成長で自分のクリーチャーが全部パワーダウンネス倍だと、戦闘開始時に、っていうので決める可能性もありますよね。ありますね。でその2倍のすると一応一撃じゃないですか。ガルタで一撃。もちろん空いてる人のところには小粒でもないですけどガルタと比べれば小粒かもしれませんが、確かにチューファッティが空いてる人のところに殴っていってるんで、その人を逃走したダメージで2倍で倒すっていうことはないと思うんですよ。なんですが、例えば6点さっき取ってたみたいな話あるじゃないですか。その人のところに12の倍決めに行けるっていうことはあると思うんですね。ありますね。なんで1人を倒せるカードっていうのが何枚かあります。例えば武器を選択せよみたいな、パワーダウンネス単純にインスタントで2倍できる凶暴化とかありますよね。凶暴化の場合は終了ステップに死んじゃいますが、別に関係ないと思う。2マナでまた出しゃいいんでっていう。であと一応1枚だけ紹介していきたいカードがあるんですが、母星児の加護、こんなカードあったんだと。これ知らないな。神カのカードでして2マナのインスタントでクリーチャー1体対象としてターン終了時まで XX 修正。X はあなたがコントロールしているパーマネントの中のマナ総量の最大に等しい。つまりガルタのマナコスト3勝ですね。そうですね、12修正。実質倍。実質倍なんですよ。っていうのを見つけてきまして、
これが一撃で一応決まるプランではあるんですが、はい。ただこれは気をつけなきゃいけないのはありますよね。はい、あります。ありますよね。これね、使う時にポイントが1個ありまして、はい、2倍にして倒した場合、ヘイトが全員からマックスになります。そりゃそう。これ前半で仮に1人倒せるからって言って倒しちゃダメなんですよ。倒すとまずいですね。まずいです。これまず倒すと、そういうのあるんだと思って警戒されちゃうんで、ヘイトがマックスになるんですね。で、倒せるタイミングっていうのは、1対1に持ち込める時にのみこれは使っていいと思います。そうね。2人を確実に倒せた上で、そこで次のターン1対1で戦えるような盤面であれば、1人を倒しに行くっていうのはありだと思います。そんな感じでヘイト管理が難しいデッキになりますかね。はい。そんな感じで勝ってくるんですけど、どうですか、勝てそうですか？一応ポイントとしてはやっぱり、流されるのが前提なんで、そうですね、はい、展開しすぎないっていうところと、そうですね、そうですね、あと殴り方ね、はい、殴り方が一番重要なのは殴り方になってきます。はい、どうしても一回こいつから小づかれると、その人のヘイトがマックスになるからそうならないような殴り方をしていって、うまいこと2人以上ですね、倒せるターンが作れるような殴り方をしなければいけないということにはなります。これはかなりデッキ難易度としては難しいデッキですよね。簡単なようで難しいんですよね。めちゃくちゃ難しいですよ。殴りジェネラルですからね。はい。やっぱり殴りジェネラルは一番難しいと思ってるんで、僕は。かなり奥が深い投資者なんで。でも一応こいつね、ファッティも並ぶんで、一応中ファッティが。はい。そいつらでも一応殴ってライフ削っていけるから、そうですね、単純にいわゆるその1体だけのやつを比べると、まあ一応やりやすい。確かに確かに、なんで殴るの好きだって人は、ぜひおすすめなんでやってみてくださいという形になります。あとこいつに入りそうなおすすめのカードあったらコメントいただければと思います。はい。あとチャンネル登録お願いしますということで、お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。